皆さんこんにちは。今回は就職、転職、面接の練習をしていきましょう。まず最初に覚えておいてほしいことをお伝えします。私のレッスンでも毎回言うんですけど、2つあります。1つ目はフィラーワーズを言わないこと。なんかという人が結構多いので、この言葉は伝わりにくくなっちゃうので気をつけましょう。もう一つは結論から言うこと。面接は基本的に結論から言った方が話が分かりやすくなります。質問の答えがイエスかノーか、結局質問の答えは何なのか分からなくなることが意外とあるので、ここも頭に入れておきましょう。はい、では面接の前の勉強をまずしていきます。自分のことは私か私と言いましょう。私の方が丁寧ですけど、言いづらければ私でも問題ありません。相手の会社は御社です。ビジネスでは当たり前に使う言葉なので、普段から意識しておきましょう。了解しました、わかりましたは使いません。承知しました、かしこまりましたを使いましょう。大丈夫ですもあまり使わない方がいいです。問題ございませんと答えることができます。最後に敬語を正しく使いましょう。例えば、さっき言っていた件についてと言いたいとき、尊敬語だったら先ほどおっしゃっていた件、謙譲語だったら先ほど申した件になります。尊敬語と謙譲語については、使えるようにした方がいいんですけども、この動画はまた今度出します。はい。それでは早速面接の場面になります。はじめまして、リーリーと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。最初が肝心なので、元気よくスムーズに言えるようにしておきましょう。よろしくお願いいたします。まず簡単に自己紹介いただけますでしょうか。はい、リーリと申します。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。私は現在、株式会社〇〇で法人営業を担当していまして、DX 促進に関するソリューションを企業様に提案しております。現在は20社の既存顧客の他に年間15から20社程度の新規顧客を獲得しております。お客様の悩みを引き出すヒアリング能力や関係構築力が私の強みになります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。自己紹介を聞かれた場合は、最初に名前とご挨拶をしましょう。現職または経歴、実績についてアピールしましょう。最後によろしくお願いいたします。で終わりましょう。ありがとうございます。これまでの経歴やお持ちのスキルについて聞かせてください。はい。法人営業を6年間続けており、現在は月間3000万円が営業目標です。所属する部署では私が一番高い営業目標となっており、またリーダーとして若手の教育も担当しております。英語も堪能ですので、海外法人とのやり取りも日常的に行っており、TOEIC は950点を所持しています。以上です。ポイントは、応募する仕事に活かせる経験、スキルを言うこと、また数字を用いると分かりやすくなります。なぜ転職しようと考えたのでしょうか。はい。現職では結果を出すこともでき、やりがいを感じていますが、大手企業への提案の場合は機能が足りず、カスタマイズ要素が少ない点にもどかしさを感じています。
顧客課題に深く入り込み、コンサルティング営業を行いたいと思い、転職を決意しました。法人営業の経験や IT 導入の知見を活かして、より自身のスキルを磨きたいと考えております。当社を志望した理由は何でしょうか？はい。先ほどの転職理由でも少し触れましたが、今後は IT についての専門知識を活かし、より大きな予算やビジネスを動かしたいと考えております。御社の事業は私の希望に沿った仕事であるため、強く興味を持つようになりました。特に御社はエンタープライズ向けのサービスを持ち、業界問わず積極的に展開されています。これまでの経験を生かして、御社のサービス拡大に貢献できると考え応募いたしました。今後の目標はありますか？はい。まずはお客様から信頼を寄せられる営業になることが第一の目標です。また、経験を積んだらリーダーとして後輩指導や新人育成にも挑戦したいと考えています。現在の年収、希望の年収はどれくらいでしょうか？はい。現在は年収約450万円です。現在、家のローンを支払っているため、現年収よりも下がるのは厳しく、現状以上を希望いたします。ご入社可能な時期はいつですか？はい。2ヶ月後の4月以降でしたら勤務可能になる見込みです。最後に何かご質問などございますか？はい。ありがとうございます。2点よろしいでしょうか？業務の中で英語を使用する場面や海外勤務の可能性はあるのでしょうか？担当案件によりますが、可能性はあります。承知いたしました。ありがとうございます。もう一点が、御社で仕事を始める前に特に何について勉強しておいた方がよろしいでしょうか？ご入社後にしっかりレクチャーしますので、特にないですが、弊社の新サービスや商品については常にアップデートしていますので、チェックしておいていただけると幸いです。かしこまりました。ありがとうございます。逆質問は必ずするようにしましょう。私のインスタグラムでも、逆質問の例文をいくつか紹介しています。それではお時間になりましたので、本日の面接は終了とさせていただきます。またご連絡いたします。はい。本日は貴重なお時間をいただきありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。失礼いたします。はい、お疲れ様でした。面接やプレゼンテーションは事前に練習しておけば本番緊張せずに話すことができると思います。ぜひ繰り返し聞いてみてください。私のインスタグラムでもこのような発信をしています。日本語のレッスンも行っておりますので、詳細は概要欄をご覧ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。